作品が全て自分の人生だったので、一つのきっかけになって、まあこれが自分の講義になったと思います。実際彼女も今、感じますよね。あ、そうなんだ。練習してるとね。お父さん、はい。今日は、漫画の原作者の方がお亡くなりになってしまったということで、最近ちょっと話題なんですけど、今その原作者の芦原日奈子さんはどんな思いなのかなとか。あれだね、今ニュース僕もちらっと見たけど、要は自殺っていうふうに発表されたよね、警察でね。まあ彼女のその運勢をね、今僕なりに調べてね、でまあご本人と今コンタクトを取りたくても、まだ亡くなって間もないので、取れないんですが、想像しかできませんけども、性格的にはものすごく真面目なんですよ。で、完璧主義者ですね。だから自分のその人生を漫画におそらく置き換えて、書いてた部分があるので、なんかその報道を読むと、いわゆるそのテレビ局の演出なのか、その中で、ちょっと自分の書いてるものと違ったものがまあ上がっちゃったのかな。そうですね。それで、まあ2話ぐらいは自分で脚本を担当したらしいですけども、それも変えられちゃったのかな、もしかすると。それでおそらく、まあ自分の中で講義の意味も含めて、もうやだっていうふうな感じで、死を選んだのかなっていう感じもするけど、まあちょっと極端だよね。まあそうですね。そこだけ見ると極端な感じするし、まあおそらく、突き詰めていく性格だし、完璧主義者なので、良くも悪くも。まあ、自分の人生が否定されたっていう気持ちは大きかっただろうし、なおかつあとは、そもそもはもしかするとちょっと鬱っぽかったかもしれないね。で、引き金になった部分は間違いなくあると思う。自分もね、そのテレビは、2009年、10年ぐらいっていうのをたくさん出してもらったんですよ。その時に、まあ、フジテレビも日テレも、まあ、たくさんいろんなテレビ、TBS もそうですけど、出ましたが、いろんな番組出ましたが、やはりテレビの演出っていうのは、すごいですよ。どうしても万人受けするための、ある程度のやっぱりなんだろうな、テレビ的な流れ作りがあるし、その万人受けって何かっていうと、まあ最大公約数じゃないですか。やはりもういろんな人たちが見てる中で、みんながフックになる部分ってなってくると、どんどん言葉はあれですけど、下世話になっていくので、内容がね。だから特にお父さんの場合は、そのバラエティが多かったので、バラエティの演出ってどうやるかわかります？わからない。内容を教えないんですよ。教えない。とにかく現場に行って、こういう演者さんがいて、こういうことしますよっていうのだけ触りしか言わなくて、自分が出るものに関しての内容は一切知らさないです。そうですね。ひどいのになっては、ここで演者さんを泣かせてくださいとかね。お父さんに？そう。どういう風に泣かせてじゃなくて、とにかく泣かせてくださいみたいな。指示だけが書いてある。書いてあったりとか、あとは大まかなあらすじは後ろにあるんです。ディレクターの中に。で、こういうふうに言葉は悪いけど、ハルさんをうまく誘導して、はめてくださいと。で、笑いに持ってってくださいとかっていうのもある。なるほど。そう。TBS 多かったかな。そういうのは。でもね、お父さんの場合はまだね、あれでもいい方というかね、だったと思う。まだ良かった。まだ年齢もいってるし、ある程度やっぱり知名度ももう持ってのテレビの出演をさせていただいたので、まあそういう面では僕のキャラクターが崩れないようにっていうところはやってくれたのもあるし、あとやっぱマネージャーに僕いつも言ってたので、こんなことしたくない、あんなことしたくないとかね。それありました。だから、その番組に応じては、例えばそうだな、サンデージャポンっていう番組はもうね、皆さんサンジャポンよく知ってると思いますが、たくさん出たんですよ。それはもうやっぱり演出がすごかったですね。そうだった。っていうか、見てる私の方がちょっとストレスだった。そんなに？ぶっちゃけ。いいよ、やめて全部って言いたくなる。常々。そう。でもね、1分ごとのね、視聴率が出るんです。そうすると、日曜日なので、サンデージャポンがね、サンデーだから、その時に、後ろの方で、その時いいと思って
増刊号。で、毎回そのサンデージャポンっていいとも増刊号に勝てなかったの。けど、俺が出るところは、ぎゅっと抜いていくんですよ。そうするとどんどん演出が激しくなっていくっていうのがあったね。ここなら撮れるって思って。そう、やっぱより刺激の強い方にっていくじゃない。なるほどね。あと驚いたのは、花丸マーケットを2回ぐらい出させていただいたんですが、朝の番組ね。花丸マーケットは生放送なので、もう学園に入って、どういう方を見ますっていうのをその時知らされるんです。当日の朝に。はい、当日の朝に。打ち合わせがあるかなと思ったら、なしで、はい、どうぞ。ぶっつけ、本当にぶっつけで見てくださいね。その場でパッとやって、でその場でパッと驚いたところでちゃんと CM も入って、はい、CM 入りましたって言って、また撮影が始まって、はい、ありがとうございました、終わりですっていうのをやってました。もちろん前もってのこういうの NG よみたいなのとかあったの？このないです。見る方の。全くな言っちゃいけないとかも何もないです、ないです。恋愛のこととかもダメですとかないです。だからそれはある意味すごい勇気があるなと。確かに確かに。何を言われてもね。そっか。ね。ちょっと話戻しますが、その芦原さんの場合はね、どうしても、作品としてなんかやっぱり作り物作ってるっていうのがあるから、いくらでも作れるってところがあったかもしれない。脚本する側がってことですか？そう。ドラマが。もうちょっとこういうふうにいじる方が見てくれるんじゃないとか、数字があるんじゃないとかね。確かに。普段芦原さんの作品を好きで見てる方だけに見せるわけじゃないから、やっぱり万人受けするようにっていう意図があったってことです。そう。まあテレビでドラマ化するってことはそういうことですよ。そうですね。俳優さんとかやっぱり女優さんの良さを出そうともするし、やはりその漫画で描いてるそのキャラクターと俳優さんがちょっと有利する場合もあるでしょ。そうですね。そういうところもやっぱり演出があったのかなっていう気はしますね。ただ、いずれにしてもね、これからってやっぱり YouTube とか、まあいろいろ、リアリティをどうしても追い求められていく時代になってきて、今後のね、テレビマンの皆さんも見てると思いますが、当然スポンサーありきでね、どうしてもそういう、視聴率っていうのは大事かもしれませんが、見ている人たちっていうのはやはりそういうリアリティを求めていくことがどんどんこれからの時代って求められていくし、見てる人たちがもう演出っていうのが分かってる段階で、もうプロレスみたいになっちゃってね、これも演出だよね、あれも演出だよねっていうふうになってきてるのは、見てる我々が見ても分かるようになってきたってことは、そろそろそういうことも含めてね、考えていかなきゃいけないよねっていうテレビのその体制、作る側の作り方をもうちょっと考えていった方がいいよねっていうようなきっかけになるような出来事だったのかなっていうふうに思いますね。悲しい出来事ですけどね、亡くなられ方にしてもね、なんで亡くなったんだろうっていうところもありますが、自分の中ではその作品が全て自分の人生だったので、一つのきっかけになって、これが自分の行為になったと思います。実際彼女も今、なんで自分がこういう死に方したんだろうとか、っていう戸惑いは感じますよね。そうなんだ。霊視してるとね。どうしても重くみの激しい方なので、許せないとかね、なんで私の作品をっていう思いはあると思いますが、早くね、こういうところから自分のそのこだわりから抜けてね、あのようにね、戻られてほしいなっていう気がします。もうね、ファンの方もすごくね、悲しんでいらっしゃると思いますしね、芦原さんのね、その作品がね、ずっと今後も残っていくわけですからね。でもなんかあれですね、今後多分世の中の今コミュニケーションのあり方っていうのが変わってきてるじゃないですか、私たち昭和時代とは。だからやっぱりこの、今回のように3次元の自分の人生を2次元に投影していっている。なんかそういう風な生き方をする人は増えていきそうな気がするから、なんかもっとそういう時代もね、こう考え方っていうのかな、これを理解できるような、見せる側も演出する側もやらなきゃいけないね。Vlog とかね、いわゆるそのエッセイ系がやはり世の中のね、やはり一つのジャンルとしてあるように、やはりみんな自分のがどんな風に生きていっていいかわかんないからね。この人はどういう考え方してるんだろう、どういう生き方なんだろう、みたいなところを指針にする方も多いのでね。やはり演出に関してはね、今後やはり僕は一つ、提言になったんじゃないかなと思います。亡くなられたね、芦原さんね、ご冥福を、祈ってね、今後皆さんもそのあたりをね、よく受け止めていただいて、こういうことが起きないように、
私たちもどんどん発信していきたいと思っております。